最近はコロナで今タイでもまたほぼロックダウンの状態になったりとかね、世界でも情勢が変わったりとかして先が見えない世の中になってきており、仕事も減ったり不安を抱えることも多い環境だと思います。そんな時にはこのデジタル手帳がどう不安に効果があるのか、20年自作手帳を作ってきた手帳マニアが自作デジタル手帳や GoodNotes、iPad などの情報を紹介しております。手帳好きや自己管理が気になる方はチャンネル登録して情報を見ることができます。デジタル手帳のダウンロードリンクは動画詳細欄の方に記載してありますので、もしデジタル手帳が気になる方はこちらの方もご覧ください。まず一つ目が不安なタスクを忘れることができるっていうことなんですけど、不安を感じた時に不安の案件を書き出すっていうことがとても重要だと私は思ってて、頭の中で不安のことを考えてもどうしようっていう風にぐるぐる回ってるだけで何も変化しないと思うんですよね。で、例えばこの A プロジェクトというものがあった時に、この不安っていうのをどういう不安なのかっていうのを書き出して、遅れるとか仕事がなくなるとか、いろんな不安があると思うんですけど、こういうふうに書き出すことでこれに対するどういうふうにやっていっていいのかといった対策、いろんなやれることがあると思うんですけど、この書き出すことでこの部分をしっかりと認識して、その後このタスクの対応していくことを一個一個対策すれば、不安に思うタスクに対しても忘れることができると思うんですよね。このまま頭の中にこれを入れたままだとアウトプットをしないと、このことを不安なのでもっともっと考えて忘れないようにしないといけないと思うんですよね。しっかり書き出しておけばもうここに書いてあるんで覚えてなくていいから、その不安要素を忘れて気持ちをすっきりすることができる。あと先を見れるようにするっていうことなんですけど、やっぱり先が見えないと人は不安になってくると思うんですが、例えばこの真っ暗な部屋で先が見えないところを歩いてベッドまで歩いていくとか、ぶつかるのではっていう形で不安になったりとかしますよね。目つぶって歩いてくださいって言われても目開けたくなったりとか、ぶつかると思ったらゆっくり歩いたりとかね、真っ暗なところで全力疾走するような方っていませんよね。自分の人生でも同じだと思うんですよ。先が見えないと不安になりやすいし、ゆっくりとした行動になってしまうと思うんですよ。この一歩が出せない、のんびりと先延ばしになったりとかってことがあると思うので、考えられることを先にいろいろと考えてしまうんですよね。で、先に考えて最もやりたい理想というところを明確にして、理想のゴールですね、理想のゴールをしっかりと明確化にすることによって、これに対するこういうことをやらなきゃいけない、こういうことに逆算もできますし、ゴールもしっかりと明確化していくということで、この不安の対応からもするし、今度理想に向かってやるのはどうしたらいいのかっていうことも書き出します。さらに行動が考えやすくなるので不安が解消される。最後に3番目に認識するということですね。不安要素対策だったりとか理想だったりとか、こういったのを書き出すことで、自分自身がどういうことで不安になるのか、どういうような要素で自分自身は不安になっていくのかというところを理解する。で、自分の不安になる要素ですね、自分自身の癖を理解できるし、不安になる癖を理解できれば、もうそのことを来たぞというふうに前もって認識できるので、これは不安になるよねっていうふうに前もって分かるようになってくるので、そうすると自分自身っていうより第三者の上からの目線でね、見れるように自分の状況をしっかりと見ることができるようになるので、じっくりと今のこの不安に対して取り組むことができるようになります。このように不安を持ったら手書きで書いていくとすっきりしますし、忘れれるし、こういった不安に逆に立ち向かうことができていくようになってくると思います。で、こういうような管理の方法をス
ストーリーテイリングタスク管理という形で管理をしております。このデジタル手帳のフォーマットでね、このようにストーリーテイリングタスク管理をすることが可能なので、もしよかったらこのデジタル手帳もね、使ってみてください。そしてこのストーリーテイリングタスク管理で不安を解消しましょう。ではまた。